大谷翔平選手のようにホームランを量産するバッティングをするにはどのような体の使い方をすればよいか、科学的根拠に基づいた上でスイングスピードを最速化する方法を解説します。こんにちは、身体操作理論の D です。今回は大谷翔平選手のようにホームランを量産するにはどういう体の使い方が理想的なのか、バットスイングの仕組みを科学的に紐解いた上でスイングスピードを最速化する方法を解説していきます。筋トレとかフォーム改善などの理論ではなく、理にかなった体の使い方を考えていきます。バッティングというものはとても複雑な技術を要するものだと思い込んでいる方も多いはずです。ですが、どんなに複雑に見えるものも追求していけばとてもシンプルな答えにたどり着きます。バッティングも要点さえ分かれば複雑だった理論も簡単なものだったと気がつきます。今回はスイングスピードを最速化する方法をできるだけシンプルに解説していこうと思います。バッティングについて考えるときに、構え、テイクバック、トップ、スイング、インパクト、フォロースルーのようにいくつもの動作に分けて考えてしまっている方が多いのではないでしょうか。実はバッティングで大事なのはたったの2つの局面に絞られます。1つ目はバットの円運動を始動させる局面。2つ目はバットの円運動を加速させる局面です。先に例に挙げたいくつもの動作はこの2つの局面の過程で結果的に生み出されるものに過ぎません。結論から先に言うと、1つ目のバットの円運動を始動させる局面では体の回旋とともにバットヘッドは体の近くを、グリップは体の遠くを通しながらグリップを体の正面まで持ってくることでスイングを始動させます。2つ目のバットの円運動を加速させる局面では、ミートポイントあたりから全身を使ってバットを後ろに引っ張ることでヘッドを加速させることができます。正直、この解説だけで野球経験者ならある程度スイングスピードを上げることができると思いますが、ここから先はこの2つの局面でどうしてスイングスピードが上がるのか、その仕組みを詳しく解説し、その後によりスイングスピードを上げるための体の使い方を解説します。バットスイングは体の回旋運動によって始動します。この回旋運動をいかに早く起こせるかがスイングスピードを上げるための一つ目の要素になります。では、体の回旋運動がどのように生み出されるのかご存知でしょうか。体の回旋は自分から体を回す意識では効率が悪く、十分な回旋の速度も出せません。体の回旋は体重移動と前足の股関節を操作した結果、勝手に体が回る力を利用することで効率よく十分に回旋の速度を上げることができます。体重移動と前足の股関節の操作でどうして体を回旋させることができるのか、それは慣性の法則があるからです。慣性の法則とは簡単に言えば、止まっているものは止まり続け、動いているものは動き続けるという物理法則です。電車や車に乗っている時にブレーキがかかったら体だけが前に飛び出すのも慣性の法則によるものです。後ろ足から前足に体重移動して前足でブレーキをかけると、ブレーキをかけた前足以外の体は慣性の法則で前に進み続けようとします。この要領で体は勝手に回り出すのです。この体の回旋は、なんとなく体を回旋させる意識ではなく、仙骨を軸として回旋させなければなりません。どうして仙骨なのかというと、スイング時における回旋運動は脊柱が軸となるからです。脊柱の一部である仙骨を回旋させることで、脊柱全体も連鎖的に回旋していきます。この仙骨の回旋を起こすためには、体重移動の後に前足の股関節を操作する必要があります。では、股関節をどのように操作すれば仙骨を回旋させることができるのか。まずは股関節を使いこなせる状態にする必要があるので、股関節を使いこなすための方法を詳しく解説していきます。体重移動を仙骨の回旋運動へと変換するのは股関節です。その股関節を使いこなすには、股関節を脱力しなければいけません。そして股関節を脱力するためには、立ち方から変えなければなりません。立ち方が間違っていると下半身に緊張を生み、股関節だけでなく全身がうまく使えなくなるからです。では、正しい立ち方とは何でしょうか。それは脛骨に体重をかけた立ち方です。脛骨に体重を乗せるとは、具体的には内側のくるぶしの真下に体重をかけることを言います。脛骨はすねです。すねをよくさすって、脛骨はここにあると感覚で覚えてください。脛骨は膝下から内側のくるぶしまでの骨です。その脛骨の直線方向の真下は、内くるぶしの下あたり、このあたりになります。ここを指で押してみてください。足首は動かないと思います。
つまりはここに体重をかけておけば余計な筋力を使わずに立てるということになります。ここ以外の場所を押すと足首は動きます。つまりつま先側やかかと側に体重をかけると、これを押し戻すために余計な筋力を使っているということになります。内側すぎても外側すぎてもダメです。動作によっては一時的につま先側に体重をかけることもありますが、基本的にはこの内くるぶしの真下に体重をかけるように日常生活の中から意識してください。内くるぶしをピンポン玉ぐらいのボールだと思ってください。その真下に体重をかけるイメージです。実際足首はここを軸に動きますので、内くるぶしに体重をかけることは本当に大切です。立っている時も歩いている時も内くるぶしに体重をかけることを意識すると楽に動けて体が軽くなる感覚が分かってきます。体重のかけ方にもポイントがあり、内側から外側に向かって螺旋を描くように体重をかけるとより楽に強く踏ん張れるようになります。バッティングの構えも基本的には内くるぶしに体重をかけます。その結果、かかとをつけた立ち方になります。体重移動の時も内くるぶしに力を入れるようにすると楽に足の力を発揮できます。内くるぶしに体重がかけられるようになったら、次は股関節を脱力させます。内くるぶしに体重をかけられていないと股関節を脱力できないので、必ず内くるぶしに体重をかけられるようになってからこちらの方法を実践してください。股関節を脱力できれば、股関節を操作しやすくなり、仙骨の回旋運動も起こしやすい状態になります。具体的に股関節を脱力するための体操を3種類ご紹介します。まずはヒップヒンジです。両足を適度に開いて立ち、鼠径部に手を当てて、その手を挟み込むようにゆっくりと股関節を屈曲させていきます。ある程度まで屈曲したら元の姿勢に戻ります。股関節を屈曲するときは背中も一緒に屈曲しないように注意してください。背中が屈曲してしまうのは股関節が脱力できていない証拠です。背筋は伸ばしたまま股関節だけを屈曲するようにしてください。この動作では膝も屈曲しますが、股関節を折りたたんだ結果、膝が勝手に屈曲するのが自然な動きです。膝を積極的に屈曲させるスクワットとは違うので注意してください。あくまでも膝ではなく股関節をメインに動かしていきます。こちらは回数は指定しません。体に違和感がなければ何回やっても大丈夫です。続いて股関節ランジです。足を前後に開いて前足の股関節に体重を乗せるようにして股関節を屈曲、内旋させていきます。鼠径部の斜めの線を軸としてその線を双方から閉じていくように股関節を動かします。前足は外に逃げていかないように注意してください。反対の足も同じようにやってください。このランジも体に違和感がなければ何回やっても大丈夫です。最後に骨盤ポン体操です。股関節を脱力できていれば自然と骨盤が前傾するのですが、その骨盤前傾を覚える体操です。立ったままお尻に力を入れながら骨盤を倒す動きで後傾させていきます。骨盤横に両手を当てて動きを補助するとやりやすいと思います。目いっぱい後傾したらお尻の力を一気に抜いて体を落下させるようにして骨盤を前傾させます。最初の体操、ヒップヒンジの時のように鼠径部を挟み込むようにして骨盤を前傾させてください。この動きを繰り返し行います。こちらも体に違和感がなければ何回やっても大丈夫です。これらの3種類の体操を繰り返しやって股関節の脱力を身につけてください。そしてこれらの体操で股関節を脱力して股関節の上に上半身の重さを預ける感覚をつかめたら、日常生活の中でも常に股関節に上半身の重さを預ける意識を持ってください。例えば立っている時なら両方の股関節を軽く折りたたむような意識で立つ。歩いているときは片方ずつの股関節にしっかり乗りながら歩く。こういったことを常日頃から意識するようになると、バッティングの時も簡単に股関節を使いこなせるようになります。そして股関節を脱力できるようになると、バッティングの時に前傾姿勢を取るのが楽にできるようになります。バッティングの時には股関節から折りたたんだ前傾姿勢をしなければ綺麗な回転軸を作れませんが、股関節を脱力できていないのに無理に前傾姿勢を作ろうとすると、腰回りの余計な筋力を使うことになり、かなり疲れます。
ですが、股関節を脱力できていれば前傾姿勢も楽に作れます。股関節の脱力をできるようになったら、初めて仙骨の回旋運動につなげられます。今からその仙骨の回旋を覚えるためのドリルを紹介します。まずは仙骨の場所を覚えます。仙骨はお尻の上で逆三角形を作ってスリスリしたところにあります。その逆三角形の真ん中あたりを指で押さえてください。だいたいそこが仙骨の真ん中です。この場所を軸として回旋させていきます。ステップ打法でもノーステップ打法でも、後ろ足から前足に体重移動できていれば理屈は同じですので、ご自身のステップ方法でこのドリルをやっていただければと思います。下半身の動作を覚えるためのドリルなので、バットは持たずに練習します。自分のバッティングの時のスタンスに両足を開いて、内くるぶしに体重を乗せ、膝と股関節を軽く屈曲させて、股関節にしっかり上半身の重さを預けます。まず、後ろ足の股関節に体重を乗せておき、前足に重心を移動していきます。つま先はまっすぐ前を向けたままで大丈夫です。前足に全体重を乗せて、前足の股関節を内旋させます。前足の膝は少し曲げて大丈夫です。前足に全体重を乗せる感覚がわからなければ、後ろ足を軽く浮かせるようにしてみてください。この時に自分で仙骨を回す意識ではなく、勝手に回る感覚をつかんでください。次に実際の軸の傾きで練習します。実際のバッティングでは、脊柱の軸はキャッチャー側に傾けなければいけません。ただ、最初から脊柱全部をキャッチャー側に傾けるわけにもいかないので、仙骨だけをキャッチャー側に傾けて、胸郭はピッチャー側に側屈させて準備します。トップの時までにこの仙骨の軸を完成させておいて、スイング開始と一緒に胸郭を逆に側屈させれば、あらかじめ作っておいた仙骨の軸で脊柱を回旋させることができます。そして、胸郭を側屈させることで、前足側の肩が上がり、後ろ足側の肩が下がるので、スムーズにスイング動作に入れます。この胸郭の側屈をより加速させるための肋骨のバネの使い方があるのですが、これについては後ほど詳しく解説します。次にこの動きをできるだけ素早く行い、実際のバッティングの時の動きに近づけていきます。体重移動が速ければ速いほど回旋運動も速くなるので、できるだけギリギリまで後ろ足に体重を乗せておいて、一気に前足に荷重します。これらの動きが仙骨の回旋の基本の動きになります。仙骨の回旋を覚えるドリルの中で、胸郭の側屈の動きがありましたが、この胸郭の側屈をさらに加速させる方法があります。それが胸郭の割れです。胸郭の割れとは、左右の肋骨を互い違いに上下に動かすことで、肋骨のバネの力を利用する身体操作です。肋骨は動かないと思っている方も多いと思いますが、肋骨は肋椎関節を軸としてあらゆる方向に動かせるようになっています。肋骨は前側が肋軟骨という軟骨でできていて、この肋軟骨が柔らかいおかげで肋骨を操作できるようになっています。この仕組みを利用して肋骨を操作することで胸郭の割れを作ることができます。ただ胸郭を側屈させるのではなく、胸郭を割る動きをすることで、結果的に胸郭が側屈する動きになると、よりスイングスピードを上げることができます。実際にただ胸郭を側屈するよりも、胸郭の割れを使った方が、バットの動きが速いのがわかります。この胸郭の割れは、ハイハイで練習することができます。体の真ん中に、縦にまっすぐ軸が通っているイメージで、その軸を崩さないように、左右の肋骨を互い違いに上下に動かすことで、胸郭の割れを作ることができます。ハイハイをするときは、頭をできるだけ動かさないように手を交互に動かすので、自然と体の軸を保ったまま左右の肋骨を動かせるようになっています。最初はただ手足を動かす感じでいいですが、少しずつ体幹を大きく動かしてハイハイができるようにしていきましょう。慣れてきたら背中の方から肋骨を動かすようにしてください。できる方は第12肋骨から操作すると、より正確な胸郭の割れを作ることができます。スイング開始前までに前足側の肋骨を下制させて、後ろ足側の肋骨を挙上することで、互い違いに引っ張られた肋軟骨で、胸骨はこのように傾きます。この時点で肋軟骨を伸ばす力で、胸骨が傾いているので、脱力して元のまっすぐな姿勢に戻せば、胸骨は肋軟骨が元に戻る力で回転して元の位置に戻ります。この元に戻る力をそのまま利用し、仙骨の回旋と同時に前足側の肋骨を挙上し、後ろ足側の肋骨を下制すれば、
胸骨はこのように肋軟骨のバネを借りて素早く回転します。胸骨が傾けば鎖骨も一緒に傾くので、必然的に前足側の肩が上がり、後ろ足側の肩が下がる動きになり、より素早くスイングを開始することができます。次にこれらの仙骨の回旋をバットに伝えるための体の使い方を解説します。仙骨が回旋すれば、腰椎から胸椎にかけて、下から上に向かって脊柱が連鎖的に回旋します。この脊柱の回旋をバットにうまく伝えるためには、肩甲骨のポジションを正す必要があります。バットを腕で振ろうとするのではなく、肩甲骨を正しい位置に置いておけば、勝手にスイング動作が始まります。肩甲骨の正しい位置とは、肩甲骨を下制するポジションのことです。このポジションにすると、肩甲骨が肋骨にピタッと張り付いて、体幹と腕が連動するようになります。これがいわゆる脇を締めろという意味になります。ところがこの脇を締めろという言葉のせいで、形だけのフォームになり、うまくスイング動作につなげられなくなっている方も非常に多いです。ですのでむしろ脇は締めなくてもいいです。脇を締めていても肩甲骨を下制できていなければ、腕は体幹と連動しません。逆に脇は空いていても肩甲骨を下制できていれば、腕と体幹が連動します。肩甲骨の下制は肩をぐっと下に下げることでできるようになります。肩を意識的に下げると胸や脇の下の筋肉が働いて、このあたりの筋肉が硬くなるのがわかります。スイング開始前までにこの肩甲骨のポジションをやりつつ、これまでに覚えた仙骨回旋の動きと胸郭の割れをすれば、脊柱の回旋の動きと連動してバットが勝手にスイングを始めます。バットを振るとかスイングという言葉のせいで、どうしても腕でバットを振りに行ってしまいがちですが、バットは振るものではなく、脊柱が回旋した結果、勝手に振られるのが正解です。スイング軌道は脊柱に対して垂直になっているのが最も効率がいいので、スイング開始時にバットが脊柱に対して垂直になっているか確認してください。目安は背中のラインとバットが垂直になっているかどうかです。次にバットをどのように扱えばいいか解説します。グリップはトップハンドの第2関節とボトムハンドの第3関節を合わせるように握ります。なぜこのように握るのかは後で解説します。このように握ったら、グリップをできるだけキャッチャー側に自分から離してスイングの準備をします。ここにグリップを置いた状態にしながら、先ほどの解説までの操作でバットのスイングが始まるのを待ちます。スイングが始まったら、グリップはできるだけ体から離れたところを通し、ヘッドは体の近くを通すような軌道を描きます。この軌道でバットを操作すると、最終的にヘッドを加速させやすくなります。グリップを体に近いところから通してしまうと、ヘッドが早い段階で加速を始めてしまうので、一番スイングスピードを上げておきたいインパクトの位置で十分なスピードを出せません。ですので必ず、グリップは体の遠くを、ヘッドは体の近くを通してください。この軌道を描きながら、グリップは体の正面で止めてください。腕だけの操作だと、実はバットはここからここまでしか動きません。この腕の動きに仙骨の回旋と胸郭の割れを入れることで、バットがここからここまで動きます。つまり、バットは腕で操作するのはほんの少しでいいということがわかります。それだけ体幹で生み出す動きの方が大切だということです。ここで注意してほしいのが、バットを操作する順番を守ることです。必ず脊柱の回旋でバットのスイングが始まってからグリップを操作するようにしてください。この順番を間違えると、せっかく体幹で生み出した力をバットに十分に伝えることができません。勝手にスイングが始まるのを待ってからグリップを操作してください。ここまでが第一局面での体の使い方になります。前足の股関節にぐっと力をためるような意識でスイングを指導させてください。続いて第2局面の解説に移ります。第1局面まででバットのスイングを指導させることができたら、ここからヘッドを加速させるためのバットの使い方を解説します。ここからはとてもシンプルです。バットを背中側に引っ張るだけです。前足の膝を伸展させながら、グリップを背中の方に引っ張ってみてください。腕の力で引っ張るのではなく、体全体で引っ張ります。できれば、肩甲骨の内転と挙上をセットで引っ張ってください。これが第2局面での基本的なバットの使い方になります。とは言っても、第1局面と第2局面がはっきりと分かれているのではなく、2つの局面はある部分から混ざり合います。第1局面では、脊柱の回旋でバットスイングが始まったら、腕の操作でグリップを体の正面まで持ってきますが、その腕の操作の時に同時にこの第2局面の動き、
前足の膝を伸展させながら体全体でグリップを引き寄せます。腕が動いてから引っ張るのではなく、腕を動かしながら体は後ろに倒すようにして同時に引っ張るのです。まずはゆっくりでもいいので、この動作をやってみてください。決してバットを自分から振り抜こうとしないでください。グリップを体の正面まで持ってきながら後ろに引っ張るようにします。そうすると勝手にヘッドが加速すると思います。なぜこういうことが起きるのか、物理法則から解説していきます。バットのスイングは円運動です。円運動する物体には物体の重心から回転軸に向かって向心力という力が常に働いています。円運動の速度が上がれば上がるほど向心力は大きくなります。逆を言えば、向心力を大きくすれば円運動の速度が上がるということです。わかりやすく陸上競技のハンマー投げで考えると、一度腕の力でハンマーを回してハンマーの円運動を始めてしまえば、その後はハンマーを力ずくで振り回すのではなく、ハンマーを引っ張る力を強くすることでハンマーが回転する速度が上がっていきます。ハンマーの円運動の向心力イコールハンマーを引っ張る力だからです。このように強く引っ張って向心力を大きくすることで円運動の速度を上げていきます。ハンマー投げの場合、ハンマーを引っ張る力が一番強い瞬間が一番円運動の速度が大きい瞬間になるので、その瞬間にハンマーを離せばより遠くに飛ばせるということになります。これをバットで考えると、バットの円運動の向心力は常にバットの重心から回転軸である脊柱に向かって発生しています。バットの重心はバットを横にして指一本でバランスを取れる場所の真上にあります。スイングが始まったら、このバットの重心を脊柱に向かって強く引っ張ればスイングスピードが上がります。とは言っても、野球のスイングは回転軸からバットの重心までが一直線ではないので、常にバットの重心を意識して引っ張る必要はなく、スイングが始まったらミートポイントあたりから後ろに引っ張るようにすることで、結果として向心力を大きくすることができ、スイングスピードを上げることができます。綱引きのように全身で引っ張るイメージがわかりやすいかと思います。もう一つの物理法則が慣性の法則です。このグリップ操作をすると、結果的にグリップにブレーキをかけることになるので、ヘッドが飛び出すようになります。グリップを軸にヘッドが出てくるので、グリップの握り方や手首の向きを間違えると、前腕を怪我する恐れがあります。そのため、すでに解説したように、グリップはトップハンドの第2関節とボトムハンドの第3関節を合わせるように握ります。そして、インパクトの直前、必ずボトムハンドの手の甲を前に向けるようにしてください。手の甲が上を向いていると怪我をします。ヘッドが前に行こうとしているのに、手の甲が上を向いていると、手首の可動域が狭い方に引っ張られるからです。手の甲が前を向いていれば、手首の可動域を確保でき、負担をかけません。このように、円運動の向心力を大きくすることと、グリップにブレーキをかけることでヘッドが加速するのです。試しに、自分で振り抜くようなスイングと、背中側に引っ張るスイングを比較すると、こんなにも違いが出てきます。では、いかに瞬時に強く全身で引っ張れるかがスイングスピード最大化のための要となるわけですが、それを可能にする体の使い方を紹介します。まずはバツ荷重です。バツ荷重とは、足の力を抜いて体を落下させるバツ重の後に、すぐに足の力を入れ直して着地する弾むような動作のことです。この動作で重力の力を利用して急ブレーキをかけることができます。バツ荷重をする前に、まずはバツ重を覚える必要があります。バツ重は立っている時に体を支えている足の力を抜いて体を落下させる動作です。ただ膝を曲げる動きとは全く違うので注意が必要です。脚力のスイッチを切り、上半身が落下した結果、膝と股関節が曲がる動作になるように練習してください。バツ荷重はそのバツ重の後にすぐに足の力を入れ直して着地する動きです。落下した体を足で弾き返すように着地することで、ボールが弾むのと同じ要領で体がガクンと揺れます。バッティングではこのバツ荷重は前足だけで行います。第1局面で前足に体重移動するのと同時にバツ重をします。第2局面でバットを引っ張る瞬間に荷重すれば、より強く引っ張ることができます。最初はバットを持たずに練習してみてください。
まずは体重移動と一緒にバツ10をします。ノーステップ打法の場合はこんな感じです。バツ10が覚えられたら、そのバツ10の後にすぐに荷重をして、地面を踏み鳴らすようにして、一気に前足の力で体を引き寄せます。もう少し詳しくこのバツ荷重について解説すると、バツ荷重は下半身の瞬発力を最大化させる体の使い方でもあります。瞬発力は力の振り幅で決まります。例えば、瞬発的に力を出そうとして何かを押そうと思った時に、同じ100の力で押そうと思っても、押す前に30の力みがあれば、そこから100の力を出しても、その差である70の瞬発力しか出ません。押す直前に完全に脱力して力みを0にすれば、0から100へと力の振り幅が出せるので、瞬発力も100になります。バツ荷重はこの体の仕組みを利用して、下半身の瞬発力を最大化させる方法でもあるのです。次に仙骨の使い方です。仙骨は脊柱の一部というだけでなく、体の中心の骨でもあります。仙骨を使うことで、体の中心からのエネルギーを使って、より強く引っ張ることができ、後進力を大きくすることができます。2度目になりますが、仙骨はお尻の上で手で逆三角形を作ってスリスリした場所にあります。その真ん中を指で押さえてください。そこを動かしていきます。指で押さえた場所を後ろに動かして、その動きに体がついてくるようにします。仙骨だけが動くのではなく、仙骨が動いた結果、全身がつられるようについてくるようにしてください。この要領でバットを引っ張ります。そうすれば、なんとなく全身で引っ張るときよりも、より強くバットを引っ張れるのがわかると思います。これらの2つの体の使い方、バツ荷重と仙骨操作を組み合わせることで、瞬時に強く引っ張れるようになります。バツ荷重の荷重の時に仙骨を強く引っ張ってください。これでスイングスピードを最大化することができます。今回の動画が役に立ったと思ったら、スーパーサンクスやコメントで応援していただけると本当に嬉しいです。また、この活動を応援してくださる方は、メンバーシップに加入していただけると大変ありがたいです。正直、今回の動画は個人的見解が多く含まれる内容ですので、理解しにくい部分や、人によっては全く異なる見解をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、あくまでも私個人が今現在までにこうではないかと思う理論を動画にしただけですのでご了承ください。私は中学高校と野球をやっていたので、ある程度バッティングのことについては理解していたつもりでいましたが、恥ずかしながらこの研究を始めてみると、まるで分かっていないことが判明しました。そこからひたすら大谷翔平選手のバッティングフォームを研究し、約2ヶ月でこれらの理論を発見し、体感ではありますが、自身のスイングスピードを過去最高までに引き上げることができました。もちろん筋トレは全くしていません。そして解説の中で省いた部分もありますし、現時点で分かったところまでを動画にしていますので、今後また新しい発見があればいつか動画にしたいと思います。今回はバッティングにおける体の使い方をまとめてみましたが、今後は球速を上げる一流選手の身体操作、盗塁を成功させるためのまだ誰も知らない体の使い方なども公開予定です。また、野球だけでなく、スポーツ全般においても、今回のような理にかなった体の使い方を動画にしていこうと思いますので、更新頻度は低いと思いますが、楽しみにお待ちいただければと思います。このチャンネルでは、本当の意味で理にかなった人間本来の体の使い方を発信しています。間違った体の使い方を直し、正しく体を使えるようになれば、身体能力を向上できるだけでなく、結果的に体の様々な不調を改善できるようになっています。今後も自分自身の体で発見した体の使い方を発信していきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。この動画の編集期間にさらに研究を続けていたところ、大谷翔平選手だけがやっているであろう革新的な体の使い方を発見しました。超一流だからこそ、誰よりもシンプルな体の使い方をしていることが分かりました。理論がある程度まとまったら、この動画とは違う形で公開しようと思います。誰でも大谷選手と同じスイングができる時代が来ます。